僕手塚さんと「鉄腕アトム」国産第一号と言われているテレビアニメから関わってきてるんですけど、関わっている中で手塚作品っていうのは「鉄腕アトム」と僕は「ジャングル大帝」その後はいろんな作品をいろんな形でやってきてる中で自分の何ですか表現方法っていうのかのもやっぱりいろんな作品やることによって自分なりにいろんな引き出しを持ってくるようになる。した時にもう一度やっぱり手塚作品を今の自分の感覚でやっぱりやってみたいなっていうのが、ずっとどっかあったんですよね。で僕はやっぱりやりたかったのはもちろん50年前の手塚治虫っていうのもあるんですし、もう一つ僕はやっぱりこの時代に向かって通用するかな通用しないのかなっていうのは空想科学漫画、つまりある意味では死後にもう近くなってるわけじゃないですか。むしろそれにとって変わってバーチャルリアリティと言われてる。でもなんとなく僕の中ではバーチャルリアリティと空想科学ってどっか背中合わせじゃないかって思ってるとこあるんですよ。だからもう一度もう一度っていうかとにかく通用するかどうかわからないけど、手塚治虫の「メトロポリス」という作品を借りて空想科学漫画をアニメでちゃんと作ってみたい。でそれもしかもフルアニメに近いように枚数を使って表現してみたいなっていうのが大体の大きな意図なんですけどね。でやがていろんな技術も自分の中で切磋琢磨して膨らましていく。でどんどん膨らましていった時にやっぱり初期の自分のやってきたことをもう一度きちっとどっかでちゃんと手塚治虫っていうのをやっておきたい。そうすれば手塚治虫に少なくとも抜けはしないだろうけど対等にはいくからっていう。でそれでこそ僕はやっぱりアニメ監督としての自分の責任なんだろうなっていうのが一つあったんですよね。だから挑戦っていうと今いないですから挑戦って言えますけどね本当にそんな気持ちなんですよね、手塚さんをやりたいっていうのは。セルアニメを40年近くやってきてるわけですよ。でいろんな意味の不自由な表現の上でなぜこんなことができないんだろうっていうようなことがある中で、でもアニメーションの場合はこれが限界なんだっていうところの中でいろんな方法論っていうのは稚拙な方法論から失敗しながらいろんな今でいうスライディングっていう引っ張るんですけど、ただそれを空気感を出しながら実写のキャメラワークに近いようなこととかズームで見たようなアングルをあえて絵で作りながらとか、そういうことをずっとやってきたわけですよね。でそういう中で日本のアニメーションって基礎体力をこんなにつけてきたんだと思うんですよ。でジャパニメーションへ来て、今来てるんだろうと思うんです。そういう中で今度デジタルという新しい道具が入ってきた時に即そっちへ行ってオール CG でっていう気は僕の中にはさらさらないんですよ。これやっぱり作り上げてきた基礎体力で40年近くで作り上げてきたものの不自由な部分をいかにそのデジタルという道具を取り込むことによって表現の幅を広げられるか。だからやっぱりそういう形でデジタルを道具として、つまり本来は鉛筆と消しゴムと絵筆とポスターカラーとその程度ですよね、道具ってのは。でそこにもう一つデジタルというマウスを使う道具を使ってあくまでもデジタルの方へ寄らないで、あくまでも通常今までやってきた僕らのアナログの世界にデジタルを強引に引きずり込んでいく。だからそこでは非常にもしたらデジタルという本来持ってる概念をねじ伏せてでもアニメに近づけるっていうそういう形があり得るんじゃないか。いやそれはねまずあれでしょうね、許可されなかったまず間違いなく許可されなかったんだろうと思いますよ。いませんからね、企画閉めたなと思ったぐらいですからいないんですよ。本当まず許可を下りなかったでしょうね。ただそれとは別に僕知ってる手塚さんっていうのはどっか非常にあれだけ大作家なんだけど新しいもの好きなとこあるわけですよ。世の中で劇画流行れば俺も劇画描けるぞっつってドロロみたいなのを描くわけですよ。そういう新しいもの好きの人だったんできっと生きてれば自分なりにデジタルは
多分間違いなくどっかで使ったんだろうと思うんですよね。でそこだけは間違いないと思うんですけど、メトロポリスはきっと企画取らなかったでしょ、了解少なかったでしょうね。ただまあ僕は作ってる間はね、枕元へ立たれるのだけは嫌だなと思ってましたから。そうですね、あるテレビの番組でその手塚さんの、なんか番組がありまして、特集番組がありましてね、それで、その時に手塚さんの古い作品っていうか今までの作品を随分読み直して、そこでその初期の3部作にやっぱりぶつかるんですね。それが手塚さんのやっぱり出発点。まあ若い手塚さんがすごいその情熱に燃えて作ってる感じがするんで、非常に、面白いんですね、それが。でそれで、林さんにゲストで出ていただいて、そこで2人でお話をしてる時になんかそんな話になったんですね。なんかその林さんはもう前から虫プロで手塚さんとずっと仕事をなさってて、それでじゃあその手塚作品をやるんだったら何するっていう話になって、でその時にちょうどそういうふうに僕考えてましたんで、やっぱ初期の3部作のどれかでしょうねという話をしてて、まあその時にはそうなった時にはなんかよろしく頼むよみたいな話だったので、自分にとってなんかすごく手塚治虫というその作家を新鮮に見れて面白く作れそうだなっていうふうに考えるとですね、林さんの方からメトロポリスやらないかという話があった時に、それはいけるんじゃないかなと。それだと僕もすごいあんまり手垢がついた感じがしないので、非常に、新しい作品になるんじゃないかなっていう。やっぱりメトロポリスっていうのはそのキャラクターもそうですけど、キャラクターがどんなふうに配置されててどんな街の中へ行くのかなっていうことなんですよね。僕の中ではそういうことだったので、それはだからその街がどれぐらい表現できてるか、だからその CG でできてるかっていうこともそうなんですけれども、馴染むかどうかってことよりも街としてなんていうかな、生き生きしてるのかどうかっていうことが見たかったわけですよ。だからそれが非常によくできてたので、私としては最後にそれを、すっかり壊してくれるので嬉しかったなと思ってますけど。すっかり壊してくれるので嬉しかったなっていうのはいいのかな。いいのかな。